どうも、似たかおじさんだよっていうことで本日の生贄はこちら。タワー型電源タップ。おっさんだから電源タップって言ったらこういった定番のやつか、このスイッチがついてるやつしか使ってないけど、一時期こういったタワー型も流行ったみたいですね。なんで使ってる人も多いんじゃないでしょうか。おじさんの周りで使ってたのはちょいオタの友人ぐらいで、これはその友人から託されたやつです。部屋でアニメを見すぎたせいか、萌え萌えキューンで電源コードが燃えたみたいです。こんな感じで電源コードの付け根がしっかり焼けてます。いや、アニメ好きなんで燃えてると言いましょう。こんな電源コードが焼けたやつとか修理して使わない方がいいんだけど、こいつの中がどうなってるか気になりません？このタワー型電源タップの中身どう配線されてるか。ということで今回はこいつを生贄として捧げます。中身を見るために。もちろんジャンクなんで修理できたらなーの感覚でやりますが、ただ再使用するんだったら相当まめに計測とかしないと危ないんで、しっかりとやっていこうかなとは思います。捨てるのが一番だと思いますけどね。ということで早速やっていきましょう。そしたらバラしていくんだけど、これつなぎ目が結構分かりづらいんだよな。裏から見ても全然つなぎ目がないんだけど、ここで多分切れてるっていうのが分かるんで、ちょっとここ外していこう。あるな、ネジが。見えるかな？ネジがなんか特殊な三角やな。初めて見た。持ってたかなっていうか、あるかな、こんなの。あるんだな。こんな三角とか初めて見たけど、あるんやな。これで外れるな。へえ、こうなってるんだ。そしたらもうちょい外してみるか。ここ液漏れか？そんな風には見えないけど、ワンチャンそれあるかな。ちょっと中の方も見てみよう。ここが外れたらここが外れると。ただ配線がまだまだあるから綺麗にすっぽり抜けるわけではない。ここになんかテンションがある。そしたら抜けるんじゃない？綺麗にパッカリ外れたけど、次取るとしたら上かな。汚ねえな、ここ。ほこりが詰まったままやんか。ちょっと拭こう。下が取れたら全部取れるかと思ったら取れないから、こっち取らないといけないけど、結構キュンキュンで、割れるのは多分ここからなんだよ。こことここ。なんでここが多分外れるんだね。こっち先に外してみるか。隙間がカッターの刃ぐらいしか入らんな。一番奥まで入れて、なんかおまけでついてたピック入れよう。そしたらこっちがどうかな。キュンキュンになるわな。そしたらこっちに寄せといて、こっちから行こう。で、ピックを動かして、あった。こういった適当な100均で買ったやつで十分。
なはず。取れた。こういう風にちょっと爪になってんだ。ただまあ容量が分かってしまえば結構サクサク取れそう。全部取れたな。誰かの髪の毛入っとる。これでパッカッいくんじゃないかな。開かないか。やっぱりこっち外さないとダメだね。いや、もうちょっと開くかどうか試そう。爪っぽいのがあるけどさ、ここ8個一気にするのはかなり無理じゃねえ？無理だな。パワーで開きそうな気がするっちゃするんよな。開く。意外にパワーで開く。パワーで開くんかい。結局こういった感じになっとんだ。まあこの辺は外さなくても大丈夫でしょう。あとまあ配線が見えてるんで一応テスター当てて調べてみましょう。まあテスターって言ってもね昔のやつしかないけどこれでもいけるでしょう。ただなんか動画的に音鳴らした方がいいらしいんで。電池切れてるわ。久方すぎて電池切れてるわ。ちょっと電池探してこよう。型が古いって言ってもねメイドインジャパンなんだけど、まさか電池が東芝でした。マンガン。ある意味レアなんじゃねえかな今となっては。ちょっと何回に使えるかもしれないから一応取っておこう。これなんでよくわからんパナソニックのやつがバラであったから、こっちパナソニックか。トライアルカンパニー。メーカー違うんでよくないんだよな。どうだろう。大丈夫だな。音がめっちゃアナログ。まあでもこういう方がいいらしいから動画的にはこれでやっていこう。ただ物はねこれで計測しちゃいけないんで、ちょっと軽くこれでやった後普通に計測しよう。ここのプラスどこでもいいや。これここか。よし、とりあえずざっくり計測するか。まあ大体か。そうしたらこれで微妙にずれるやつをあればっていう感じかな。これなんだ13アンペアラインって書いてるから多分ヒューズボックスなんだよな。ただこのスイッチってなんだろう。これ軽く調べたところブレーカーですね。通常のブレーカーと違ってオンオフじゃなくて落ちたらこれで戻すっていう感じかな。ちょっとね中華製だったんであまり詳しい説明はなかったけど多分それで合ってると思う。でこいつ異常がなかったんでちょっと次はこの基板を軽く見ていこう。こことここはマジ同通あり。そりゃそうやわ。でここからこうかな。行ってこうあってここか。ここは同通あるけどここが反対側からあるわけでもないしな。
こういったとこが同通あるんだよな。ここがないのがちょっと不安材料やな。あ、いや、あるか。ここの2つはある。ここ全くないの何なんだろう。こことここがないけど、こことここはある。これもこことここはないけど、こっちがまあ、こことここあるよな。こことここは全く反応ないな。これ全く反応ないのはまずくない？いや、なんかところどころ行かれてるのかな。これは大丈夫だな。こういうとこって同通あると思うんだけどな。いや、まず基盤の勉強せないけんな。わからんぞ。こんなちっちゃいの昔あったか？あったんだと思うけど見たことないな。やっぱり同通があるのが普通なはずなんだけど、一部同通がないのがあるんだよな。この辺とかも同通ないとおかしいはずなんだけど、全くない。これが全く反応ないんだよな。来たな。これちっちゃいダイオードなんか？ちっちゃいダイオードだね。確かテスターはマイナスからプラス流れるから、こうなら電気流れる。ってことはこっちも逆にすればないね。ここの反応が全くない。ってことはここも反応ないな。この105って書いてるやつの反応がないことが多い。そうだね、ここもそうだね。ここはない。こっちもね。ワンチャンこの105って書いてるやつを交換しないとこの USB ハブが使えないかも。さすがに高級品だったらわかるけど、これ安物なんでね、右手いこう。動画的には修理した方がいいと思うけど、そこまでの労力とお金をかける元気が出てこないということやな。いろいろとチェックした結果、この基板に不具合があって、ここのね USB ポートがもう使えないんで、こういうやつ破棄します。こういったね焼けたコンセントもね、なんかこういったねパーツを使って復活させようかとは思ってたけど、こんな状態のやつを復活させて使うのも危ないんで、まあ勝手な判断だけど破棄した方がいい。なんでこいつ最後までバラしましょう。分別するためにと、この辺のパーツね、おいおい何かに使えるかもしれないんで取っておきます。この辺のねちっちゃいパーツ、もしかしたら何かに移植できるかもしれないしね。あとはもう全バラして何がどうなってるか見ていこうかと思います。これを取ったら、ここの USB ハブも取れると。これで全バラかな。ということで分別がはかどるように全部バラしました。こういったところまで外したんで、鉄くず屋も大喜びかなと思います。故障したところを見た感じだと修理不可能ではないとは思うけど、3000円の電源タップを直すかと言われると新しいのを買った方がいいんじゃないかなと。まあ USB ハブぐらい使えなくともって思ったけど、こういったね配線が焼けたのは使わないのがセオリーなんで、今回は修理を諦めました。長年タワー型電源タップとしてその生涯を全うしたとは思うけど、ここに来てお亡くなりとなりました。合唱。今回剥ぎ取りしたパーツはね、いずれ役に立つかもしれないってことで何個か取っておきます。このチップ抵抗とかついてる基板と USB ハブ、あとはこの真鍮コーティングされたこれですね。
割と硬いんで何個かいいとこで切ってジャンク修理の道具にしようかと思ってます。あとの残りは破棄ですね。今回はタワー型電源タップの中身を見るための生贄だったんで、動画的には良しとしましょう。そもそもね、海外というかアフリカでね、電源タップを修理したこともあるんですが、そこはね、こういった形があるやつじゃなくて、この辺ね、銅線になってるのが普通っていうか、それしか見たことなかったんで、実は日本にあるこういった中華製電源タップもそうじゃないかなって気にはなってたんですよ。アフリカにあるやつも全部中華製品なんでね。ただ今回生贄を捧げたことによって日本にある中華製の電源タップはそうじゃないと、ちゃんとした作りをしてますよと証明できたんでいいんではないでしょうか。海外の粗悪な電源タップを知らない人からするとなんのこっちゃっていう話ですけどね。